皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田総理大臣が成長戦略の柱の日に一つに数える経済安全保障について検証していこうと思います。経済安全保障というのは、日本国内における民間やもしくは公的機関における技術情報やもしくは技術者たちをしっかりと守り、それらに投資を行うことによって日本経済を発展させていこうという考え方です。この考え方それ自体は私も賛成しますから、じゃあ実際どうやっていくのかなといったところを今回の検証の焦点にしていこうと思います。しかも今の時期というのは選挙に向けて与党であろうと野党であろうとちょっと実現が難しい政策などもどんどんと発表しているような時期ですから、経済安全保障についてもちょっと大ぶら吹きだなと思えるようなものでもいいから、しっかりとした政策を出してくれることを期待しています。しかし私のそんな願望というのはあっさりと破壊されてしまったようです。それでは経済安全保障についてその一端がわかるニュースが出てきたので、それでは早速見ていきましょう。まずは岸田総理が経済安全保障についてどう考えているか見ていきましょう。これは10月14日岸田総理の記者会見の質疑応答の時に日経新聞の記者が成長戦略について質問を行いました。これに回答する岸田総理。成長戦略については私は3つ柱があると思っています。1つは科学技術、イノベーション。この部分ですが、10兆円の大学ファンドをはじめ、しっかりとこれを支えていく。2つ目は、地方における介護ですとか、あるいは農業ですとか、こうした課題をデジタルという手法によって解決して、地方から成長をしっかりと膨らませていく。こういった取り組み。そして3点目は、やはり経済安全保障だと思っています。半導体、あるいはレアアースをはじめとする我が国にとって重要な戦略物資を中心に、日本の国内で必要とされる生産やサプライチェーンをしっかり確保していく。こうした日本の国の自立性を高めていく。さらに言うと、経済安全保障ですと、日本ならではの技術、要するに日本の技術でなければならないのだという不可欠性、世界の経済の中で日本のこの技術がなければ動かないというぐらいの不可欠性、これを示すことによって成長を考えていく。このように科学技術、イノベーションと、そして地方のデジタル化と、そして経済安全保障、この3本をしっかり柱として経済を成長させていきたいと思っています。岸田総理の安全保障に対する話を聞いた後で、じゃあどのくらいの金額を用意してこの経済安全保障について取り組むのか、その一端が見えてきました。経済安保の基金創設、経済省、科学技術を核に成長。山際経済財政再生省は17日のフジテレビ番組で、経済安全保障を確保するため、人工知能、AI 開発などを支援する1000億円規模の基金創設を検討していると明らかにした。科学技術を核にして産業構造を変えなければ、日本経済が成長路線に乗らない。予算を割くことになると述べた。政府は年内にまとめる経済対策に基金の創設を盛り込む。山際氏は民間が研究開発し、ビジネスにつなげられるような環境整備を国として支援すると狙いを説明した。岸田総理が経済戦略の中で3つの柱のうち、この経済安全保障は大事だねという話をして、じゃあその金額として1000億円を用意したよという話だったわけですが、じゃあ今世界の最先端で戦っている企業たちはどれほどの研究開発費を投じているか見ていきましょう。Amazon の研究開発費が3兆円。同じく TSMC も同規模の3兆円。そして Google、こちらが 2.5 兆円。Apple が 1.5 兆円。Facebook が1兆円。日本企業だとトヨタが一番多くて1兆円。ソニーは5000億円。そして今回の話、安全保障として用意する金額というのが1000億円という具合になっています。この金額規模を見比べればわかりますが、国家が AI 事業についてもっともっと積極的に研究開発を支援していくんだとして用意した額というのが1000億円というのは私は非常に残念だと思いました。ここで挙げられているようにすでに研究開発の世界というのは1年で何兆円をつぎ込むよといったことがもはや当たり前に行われている世界です。お聞きしていただいたように世界各国の主だった企業との研究開発費を見比べた場合において今回の1000億円というのは本当に小さなものに過ぎません。ですから岸田総理大臣一国の総理が成長戦略の柱の一つとして数えた政策にかける予算がたった1000億円なのかと私は衝撃を受けました。全くの落第点です。とはいえ今回の話というのは記事の中にもあるように
AI 分野についてのみの話をしているのかもしれない。一応そのように考えることもできます。例えば経済安全保障といえば非常に幅が広い話です。動画の冒頭でも説明しましたが、日本国内における民間や公的機関における技術をしっかりと守る、そのためのいわばセキュリティについての予算などもかけなければなりませんし、また経済安全保障といえば他の国々との競争に打ち勝ってしっかりと技術を発展させていくことの必要な分野といったものもたくさんあります。例えば AI だけではありません。自動運転技術にしてもそうですし、量子コンピューター開発なども非常に重要な分野です。さらに言えば情報を守るという意味においては量子暗号技術などもしっかりと投資していかなければなりません。ですから今回の話というのはそういった必要な分野におけるある一つについて1000億円をかけますよという話かもしれないのです。これはかなり好意的な解釈なわけですが、その解釈が一応当たっているかもしれませんから、ここでは完全な断罪をすることはできません。しかし経済安全保障が成長戦略の一つとして非常に重要だと言った総理が実際にこれが1000億円で打ち止めであったらば、これは本当にひどい政策だとしか言いようがありません。では経済安全保障政策としてどのくらいの規模やもしくはどのようなことをすべきかといった話を少ししておきましょう。先ほども述べたように今最先端の分野というものは非常に重要です。それらの分野において世界最先端を走ることは世界市場を手に入れることであり、大きな売り上げを得ることができます。そして多くの売り上げを得ることができれば、そこからさらに次の技術に対する巨大な投資というものができます。そういったことをすることによって今まさに世界企業というのは富を集積しているのです。アメリカの有名企業 GAFA と言われる企業というのはそうした巨大な売り上げを作っていく中において当然のようにさらなる売り上げを得ようと莫大な研究開発を行っていく、その連続性によって今の地位を築いているのです。ですから今の日本企業にそれがなかなか難しいのであれば、その最初の一歩もしくは最初のコロコロとお金の回り出すその仕組みやきっかけといったものを経済安全保障政策の一環として作っていかなければならないのです。ですから今回の話で言えば岸田総理大臣は10兆円ファンドを作って大学の研究開発などにもしっかりと支援をしていくということを話していましたが、これは別に岸田総理大臣が始めた話ではなく、その前の菅政権であったりもしくは安倍政権の頃から少しずつ進んできた話が今ようやく実際に動き出す話となっています。そして今回経済安全保障政策についてしっかりとお金をかけていくというのであれば、大学ファンド10兆円というものに相当するか、もしくはそれを上回るような金額を用意してしっかりと私はこれに取り組んでいくんだということをアピールすべきでしょう。少なくとも成長戦略の3つの柱のうちの1つといったぐらいですから、用意すべきお金というのは何千億円という単位ではありません。何兆円という単位です。日本にはまだまだお金さえしっかりとかけることができれば世界と戦っていける技術などは様々あります。ですから国家政策の一つとして取り組むのであれば、かなり気合を入れてお金を用意する、そのような覚悟を私は必要だと思っています。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひとも考えをまとめてコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。